こんにちは、オートウエストエンドです。映像の方は BMW X5 のスロットルボディのリセットを行っております。これについての手順は後ほど詳しく解説していきますが、そもそもなぜこんなことをしているかと言いますと、エンジン警告灯がついてしまいました。そして修理屋さんにね、持っていく前になんとか自分で直したいともがいているところです。映像の方はそのエンジン警告灯が出てしまったその時ですね。めちゃくちゃ焦っている時の映像です。エンジンを回しても2000回転ぐらいまで一気に変に上がってしまいまして、そしてこんな感じで警告灯が表示されております。そしてこの高いキーンという音がしたり、あとエンジンの向かって左側でちょっとノッキングのような音もしたりと、もう踏んだり蹴ったりでねもうだいぶもう精神的にやられましたが、はい、こんな感じで下に潜ってみますと、トランスミッションあたりからこんな高い音がしております。以前バッテリーの電圧がねだいぶ下がってトランスミッションの警告灯が表示された時に同じような状況にはなったんですが、今回もそれじゃないかということで、一旦前回バッテリーの充電を先ほどにね、今フルとなっていましたが充電をして、で映像のようにスロットルバルブのハーネスも結構断線したり弱くなったりするということなので抜き差しをして、で今こちらはエアマスセンサーですね。ここも僕前回の修理をしようとしていた別のね修理だったんですが、そのタイミングでもしかして変に力を加えて触ってしまったのではないかということで、いろいろ配線周りをねこんな感じで接続し直したりしております。はい、そしていよいよ自分のできることを全てやったということでエンジンを回していきたいと思います。それでね、エンジン警告灯消えてればいいんですが、その手順を今日はご紹介したいと思います。まずバッテリーの充電が完了しましたので、プラス極から車の方に接続をしまして、そしてそのままエンジンをかけずに一旦スロットルバルブアダプションリセットという TBA リセットと呼ばれるその手順を挟んでエンジンをかけていきたいと思います。スロットルボディに関しては前回 OBD2 ツールカーリーというブランドのものを購入して使っていたんですけども、そこのエラーコード、これですね、こちらのアダプターを車の OBD2 ポートに差し込んで Wi-Fi で接続するんですが、そのエラーコードがスロットルボディ周りとあとエアマスセンサーと表示されましたので、今回エンジンを回す前にこのリセットを行うことでエラーコード消えてくれないかなと、そしてあわよくばエンジン警告灯も消えてくれないかということでやっております。はい、それではカーリーの携帯のねアプリの画面を出してみたいと思います。リセットを行う手順として、まずバッテリーをつないだ後に OBD2 ツールでこのエラーコードを一旦全消去して行うのが望ましいということでしたのでやっていきます。エラーコードを消去する前に現状でスキャンをしてみましたらいろいろ出てきました。そして一番気になるエンジン周りですが、初めてだと思います。ディファレンシャルセンサーのところにエラーがあると、出てきました。一旦エンジンをかけてみないとどうもわからないので、まずクリアしまして全部灰色になりました。一旦エラーコードを消去した感じです。なので原因がなくなったというわけではなく、ただエラーのメッセージを消去したという状態です。そしてこの後エンジンを回して、そしてもう一回スキャンしてまた新たにエラーコード出ないかを確認していくという流れになります。それではバッテリーを接続して OBD2 ツールでエラーコードを消去しましたのでリセット作業に入っていきたいと思います。キーを差し込んで
そしてスタートボタン、プッシュスタートを押すんですが、この時にブレーキを踏まずに行います。そうするとエンジンが回らず、アクセサリー電源の状態ですね。はい。で、エアコンのブロアモーター、キリキリ言っていますが、それも一旦止めておきまして、この状態で、エンジンがかかっていない状態でアクセルペダルを30秒から60秒間踏んでいきます。はい、今踏みました。この時間制限がある系の作業ってねちょっと緊張しますよね。遅れたらもう全然意味がないことになってしまうんじゃないかとか、いろいろ心配しながらスマホのストップウォッチを、起動させてやっております。一応30秒から60秒という割とざっくりした感じなのでね、ちょっとうまくいくか分かりませんが、はい、30秒を超えたので、このアクセルペダルを踏んだ状態で今度エンジンのプッシュスタートをもう一回押して切ります。そしてその後アクセルペダルから足を離すとすると、ここから2分間の間にスロットルバルブのリセットが自動的に行われるということでした。そしてこの2分間の間にそのリセットが行われている証拠として機械音がするようなんですが、この運転席で聞いたらいいものなのか、このエンジンルームに行って聞いたらいいものなのかよく分からず、そしてちょうどこのタイミングで地下駐車場他の方もね止めているので、その入り口のシャッターが開く音とか喋り声とかでこの機械音がね全く聞こえない状態になってしまったんですよね。困ったなって思いながら、一応2分は待って、で全く聞こえずでキーを挿したままにしていたので、キーを抜いてからさらに2分待ちましたが、結局そのリセット音らしい機械音がしなかったので、ちょっとね自分としては自信がありません。ちなみに OBD2 ツールを使って実際どうなったのかというところをまた見てみます。そうすると今度トランスミッションのエラーコードが出てきました。それ以外のエラーコードは出ていないので、まあよくはなっているのかなと思いながら、でもう一度スキャンをしてみました。そうしますとちょろちょろエラーコードが出てきたので、ちょっとね心配になりながらエンジン警告灯消えてくれと思いながらやっていますが、エンジン周りに関してのスロットルボディと、あとエアマスセンサーに関しては出ておりません。なので期待できるのかな、ちょっと分かりませんが、この後いよいよエンジンを回していきたいと思います。もう心臓がねバクバク言いながら回しましたが、こうやって聞いてみますと元通りの音に戻ったような、そんな印象を受けました。そして車内に戻って、でエラーメッセージがナビ上に出ていないかと見ましたら、今度 4WD のがね出てきたんですよね。でこれに関してはハンドルを左右に目いっぱい切ると消すことができるので一旦消しまして、そしてそれ以外のエラーメッセージ出ていないかを確認してみました。するとバッテリーを外したことによって初期化された日時設定、それをしてくださいという警告のみでした。なのでエンジン警告灯は現状ついていません。ただ
しばらく運転をしてから出るということもあるので、完全に両手上げて喜べませんが、一応なんとかうまくいったのかなというところです。そしてもう一度カーリーを使って一旦エラーコードを消去して再スキャンをしてみました。ちなみに先ほどのトランスミッションのエラーメッセージ、エラーコードについてはもう出てきていません。おそらく4WD に関する警告だったと思います。そして何度かスキャンをして、そして2日ぐらいその後様子見で運転をしましたら、いつも出てくる自動格納のミラー、そのオプションがついていないので、それがエラーコードとして出てしまうんですが、そういったその重要ではない、エンジン周りではないエラーコードは出ますが、この動力関係、それについてのエラーコードは出ておりません。なのでエンジン警告灯を消したどということで、修理屋さんに持っていかなくて済みそうです。振り返ってみますと、バッテリー充電、スロットルボディのハーネス関係、そしてインテークをしっかり固定すると、そういったことを多分どれかがうまく働いて警告灯が消えてくれたんだと思います。これからもモニターし続けていきますが、はい、一旦解決ということでこの動画を終わりたいと思います。この数日間冷や汗しか書いておりませんが、このスロットルボディのリセットなど参考になったという方はぜひいいねボタンを、そしてまた BMW X5 の修理動画見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。